こんにちは。ミニマリストになりたい私、もちです。タイトルにもあります通り、新卒から7年間勤めた会社をこの春に退職しました。入社直後から仕事が辛いという気持ちとずっと葛藤してきましたが、ついに会社員としての仕事は一旦お休みして、心と体を休めたり、本当にやってみたいことを考えたり挑戦するキャリアブレイクという期間を1年間設けることに決めました。これまでプライベートなことはあまり動画でお話ししたことはなかったのですが、今回は退職を決めた理由や決断まで不安をどう乗り越えてきたのか、そしてこれからのことなど正直にお話ししたいと思います。今はまだ無職で、私の未来はどうなってしまうのか正直わかりません。そんなまだまだこれからな一個人の経験談として、そうなんだとよければゆるっと聞いてください。そしてもし私と同じように悩みを抱えながら働く方がいらっしゃったら、自分の本心と向き合う何か小さなきっかけになってくれたら嬉しいです。それではスタートです。まずは私の経歴から簡単にお話しさせてください。私は理系の大学院を卒業後、メーカーに就職して7年間働いていました。幼い頃から特別やりたいことがあったわけではなく、なんとなく理系に進み就活して、気づけば今の会社にたどり着いていたという感じでした。私の人生を振り返ってみると、いい成績を取っていい学校に行っていい会社に就職する、そんな世間的に成功とされる生き方が正しいと信じて、自分の人生を選択してきてしまったように思います。そして気づけば、生きるために仕事をしているはずなのに、仕事が原因で生きることが辛くなっている、そんな日々を送っていました。そんな私がなぜ退職したのか、理由をお話ししたいと思います。一番の理由は、自分が苦手なことを無理して頑張っていたことに気づけたからです。仕事が辛い、そんな気持ちを抱えていながらも、その会社から7年も離れずにいたのは、なぜ仕事が辛いのか、そして何の仕事をしたいのか、自分でもよく分かっていなかったからなんですよね。私の職場は人間関係が特別悪いわけでもなく、ひどい長時間労働があるわけでもなく、むしろ職場環境としては恵まれていた方だったと思います。それでもなぜか仕事に行くのが憂鬱で、通勤中からずっと帰りたいと思っていました。正直なところ、会社での夢もないし、こうなりたいという目標にしたい人もいませんでした。そんな状況で、このまま闇雲に転職活動をしてもきっとまた同じ失敗の繰り返しになってしまう気がして、仕事って辛いものなんだと自分に言い聞かせては日々をやり過ごすことしかできませんでした。そんな私に気づきを与えてくれたのが、自分自身を知ること、自己理解でした。私は昔から人と比べてできないことばかりに目を向けてしまうので、とにかく自分に自信がなく、自分の強みなんて全く知りませんでした。その時、ストレングスファインダーという自分の強みを見つけてくれる診断を知り、その診断料に高いななんて思いつつも、自分の強みを知りたい一心で受けてみたんですよね。こんな私にも強みなんてあるのかなと思っていましたが、診断を受けてみたら、私にもちゃんと強みがあって、もうそれだけで嬉しかったのを覚えています。人に寄り添う力、成長を支える力など、私にとっては当たり前すぎてとても強みとは思えなかったようなことが、私の本当の強みでした。確かに学生時代のアルバイトでは笑顔で接客したり、後輩の育成が本当に楽しくって、空き時間は全部バイトに注ぎ込むほど熱中していたんですよね。自分の強みを生かせる仕事なら無理をしなくても、まさにあの頃と同じように自然に力を発揮できるような気がしました。逆に苦手と診断されたことは、辛かった今の仕事そのものだったことにも驚きました。気にしいで他人をコントロールすることがとことん苦手な私が、会社では高い指揮力、決断力、コミュニケーション力が求められるプロジェクトマネジメント業務をやっていたんですから、そりゃただ仕事をするだけでしんどいはずです。それまで私は努力すればなんとかなると思っていたし、うまくできないのは自分の努力が足りないせいだと自分を責めてばかりいました。でも人それぞれに個性があって、得意も不得意もあるんだという当たり前の事実を診断を通して実感することができました。人に指示することも、即座に決断することも、交渉も折衝も、苦手ならもう苦手のままでいいんじゃないか、そう思えたら不思議と心はふっと軽くなりました。
もうこれからはわざわざ苦手なことを仕事にすることはやめて、できるだけ自分の強みを生かす仕事にしたい、そう思うようになりました。それ以来もっと自分のことを知ろうと MBTI 診断や本、チャット GPT を活用したりして、さらに自分への理解を深めていきました。自分のことを知っていくうちに、私がやりがいや喜びを感じることも仕事とはギャップがあることに気づきました。私は誰かが笑顔になったり気持ちが明るくなるようなことに心の底からやりがいを感じるのに対し、今の仕事は B2B の製造業で数字、納期、品質など物理的な成果が求められる世界でした。誰かの笑顔には直接はつながらない仕事です。社会的に価値のある仕事だというのは分かってはいても、私自身は仕事で喜びを感じられていなかったんです。仕事に興味が持てず、頑張ろうとしても気持ちがついてこなくて苦しかった理由も、やりがいが理由だったんですよね。私が仕事に向かう原動力は、社会人としてやらなきゃいけないという義務感、ただそれだけだったように思います。会社のパソコンに向かうだけで心が苦しい、早く時間が過ぎてほしい、とにかく何も起こらないでほしいと願ってしまう仕事から、自らやりたいという気持ちであふれる仕事に就きたい、そう思うようになりました。もちろんやりがいや興味よりも家族のため、お金のために働かれている方も多いと思いますし、それもまた素晴らしい生き方の一つだと思います。現に私の母も女手一つでここまで私を育ててくれ、まさに私のために人生を捧げてくれた、感謝してもしきれない存在です。そんな母に昔、好きなことで働けてる人なんて世の中ほとんどいないんだよと言われたことは、重たい言葉としてずっと私の心に残っていました。仕事は我慢するものだと決めつけてしまった一つのきっかけだったかもしれません。でも一方で、私の周りには自分の仕事を転職と言って生き生きと働いている友人たちもいたんですよね。そんな話を聞くたびに、私はずっと羨ましくてたまりませんでした。どこかで聞いた自分の強み、興味、関心を生かした仕事は勝手に成果が出るという言葉を信じ、私もそんな友人のように自分の仕事を転職と言えるよう、今からでもあがいてみたいと心から思うようになりました。これが退職を決めた一つ目の理由です。退職を決めた二つ目の理由は、時間と体力、そして精神的な限界を感じたからです。辛い仕事を早く辞めて自由になりたい、そのためにはもっと稼がなきゃ、そうだ副業をしようという、正直そんなきっかけで3年ほど前に始めたのがこの YouTube チャンネルでした。ちょうど捨て活にハマっていたので、どうせ捨てるなら記録に残したいなと軽い気持ちで動画投稿を始めたんですよね。でも気づけば、こんなにもたくさんの方に応援していただけるチャンネルになり、そして私自身も捨て活や動画作りを通していろんなことを学び、人としても大きく成長させてもらったと思っています。いつも見てくださる皆様、そして温かいコメントをくださる皆様のおかげです。本当にありがとうございます。コメントでも、動画のおかげで人生が変わったなんて言ってくださる方も何人もいらっしゃって、今は本当に心からやりがいを持ちながら YouTube に取り組んでいます。一方で正直なところ、時間と体力面ではとっても大変でした。とにかく会社以外の時間ほとんど全てを動画に捧げていました。好きなことだからこそ無理してでもやりたかったんです。こんな生活は長くは続けられないことは自分でも感じていた一方で、 YouTube で生きていくなんて勇気はなく、他の道も模索していました。外国人向けの日本語教師のボランティアをしてみたり、イメージコンサルティングの資格を取ってみたり、自分の強みを生かせる新たな仕事を見つけようと興味のあることにいろいろ挑戦してみたものの、これだと思えるものには結局なかなか出会えなかったんですよね。そしてすでに心身ともに余裕がない状況で、これからも仕事を続けながら理想の働き方を模索していくことはもう私には難しいなと正直思いました。そしてそんな中、精神的限界もじわじわと近づいていました。良くも悪くも睡眠時間を削ってまでも頑張りたいことがあったり、自分の本当にやりたいことが分かりつつあったからこそ、仕事をしている時間が余計に惜しく感じられ、苦しくなってしまったんです。自分を守るために仕事ではやってる風を演じながら、本当はとっても消極的で最低限のことだけをこなすようになっていました。最近話題の静かな退職に近かったかもしれません。そしてそんな消極的な自分にも嫌気がさし、ますます気持ちは追い詰められていきました。
とにかく一度1年間ぐらい会社を休めたらいいのにと何度も思いました。うつ病を経験した方の言葉で、心が壊れる前に一刻も早く休んでほしいとよく言われたりしていますが、本当に心が壊れるまで休めない社会の仕組みに怒りやもどかしさを感じていました。そしてそんな時、退職に踏み切るトリガーとなったのが、突然始まった祖母の介護でした。年明けから祖母の足腰が急に悪くなり、母が在宅介護をすることになってしまったんです。私も心配で仕事もしながら、週末には片道4時間かけて実家へ通う日々が続き、この時期が私にとって本当に一番しんどかった時期でした。その時ばかりは、それまでどんなに無理をしてでも続けたかった動画投稿をしばらく休まざるを得ませんでした。介護に実際に直面して、改めて自分が今本当にやりたいことって何だろうと考えてみたんですよね。頭に浮かんだのは YouTube、旅行や趣味、そして休養、友人と過ごすこと、そしてこれからは家族も大切にしたいと思いました。これまで YouTube のために本当は大切にしたい遊びも趣味も睡眠も削って注いできましたが、そこにさらに家族との時間まで加わり、もうこれ以上今の会社というやりたくないことに避ける時間の余地がもうどこにもないことに気づいたんですよね。せっかくこんなにもやりたいことがある人生なのに、やりたくないことで苦しみながら毎日を埋めてる場合じゃないってハッとしました。せっかくの一度きりの人生です。これからはできるだけやりたいことで満たされた時間を送りたいですし、だからこそ一日の大半を占める仕事こそもっと自らやりたいと思えることへ変えていきたい。そしてそのためには今はちょっと立ち止まって働き方を模索する時間が欲しいな、そう思い退職をすること、そして1年間のキャリアブレイク期間を設けることに決めました。ということで、ここまで退職の理由をお話ししてきましたが、退職を決めるまでたくさんの不安が浮かんでは消え、何度も心が揺らぎました。いろんなマインドブロックがあったのですが、ここからはそれをどう乗り越えてきたかお話ししたいと思います。まずマインドブロック1つ目は、安心を手放すことへの不安です。会社員として働くことは収入も立場も安定しているし、これがずっと正しい人生なんだと信じて、勉強も就活も、そして辛い仕事もここまで頑張ってきました。だからこそ一度でも仕事を辞めてしまったら自分の人生が失敗になってしまうのではないか、そんな怖さがありました。でもその安定しているはずの会社生活で、実際の私はずっと心も体も不調な日々を送っていたんですよね。自分のことを第一に考えてみたら、今の仕事を耐え忍びながら続けることの方が私の人生にとって本当の失敗になってしまうような気がしました。退職を先延ばしにしてもきっと苦しいという悩みは続いてしまうだろうし、その間にも私の大切な時間も過ぎていってしまいます。だとしたらなるべく早い今こそ行動した方がいいように思えたんです。ずっと我慢してようやく死ぬ前にいい人生だったと思えるよりも、これからは生きている今この瞬間から生きていてよかったと思える毎日にしていきたい。そんな自分の本心に気づいた時、安定を理由に一歩も踏み出さずにいることこそ私にとっては一番怖いことなんじゃないかと思えるようになりました。そして漠然としたお金の不安もありました。でもミニマリズムのおかげで生活費を小さく抑えながら満足度の高い暮らしができているし、そのおかげで何年か無収入でも暮らしていけるだけの貯金もありました。そしてとりあえず1年だけ会社生活から離れるという慎重派な私らしい超安全な期限も設けました。もうこうなったらお金の面では失敗のしようがありませんし、ダメだったらまた働けばいいだけです。むしろ今こそこれまで一生懸命に貯めてきたお金の力を借りて自分の人生を見つめ直す素晴らしいお金の使い時だと感じました。そして家族や世間体も気になってはいました。大学院まで行かせてもらい、ようやく入れた企業を辞めることに親への申し訳なさや世間的に受け入れられないのではという不安もありました。でも最終的に自分の人生に責任を持てるのは自分だけなので、親に退職の許可を求めるのはやめようと決め、家族には相談せず自分の意思で退職を決断しました。これまできっと親が望んでいるだろうと思う人生選択ばかりしてきた私にとってこれはかなり勇気のいる行動でしたが、でもきっと何よりも私の心と体の健康を願ってくれているはず、そう信じて前に進むことにしました。
そして一番悩まされたのが退職をできない理由ばかり探してしまうことでした。退職することを考えては永遠にいろんな不安が浮かんできて、それをできない言い訳にして諦めてしまう自分がいました。でも不安もできない理由も探せばいくらでも見つかってしまいます。なので大事なのはできない理由を探したり、どっちの道が正解か考えることよりも、どうしたら乗り越えられるか、その解決策を考えることなんだと気づきました。そこから本や YouTube でも否定的な意見ではなく、自分の背中を押してくれるようなものだけを選ぶようにしてみたら、前向きな気持ちでいられるようになったし、行動する勇気も徐々に湧いてきました。それでも 100% 確信を持った決断になって到底無理だったので、最終的にはまあなんとかなるでしょうと、ちょっと楽観的な勢いで上司に退職を伝えることができました。こんな風にいろんな不安に対してひねり出した解決策と、ほんの少しの勢いのおかげで小心者の私もこの大きな一歩を踏み出すことができました。そして最後に、退職から2ヶ月が経った今、私自身に起きた変化とこれからのことについてお話ししたいと思います。まず私自身に起きた変化として、体調がすこぶる良くなりました。退職直前まで実はずっと体調があまり良くなくって、もう2週に1度ぐらいの頻度で急な発熱で寝込むような状態が続いていました。退職後最初の1ヶ月間はとにかく体を休めることに集中していたのですが、みるみる回復して、おかげさまで今はすっかり元気です。精神的なストレスが知らずのうちに体に影響していたんだと今になって気づくことができました。そして会う友人に前より明るくなったとたびたび言われるようになりました。会社では傷つかないように自分の感情に蓋をしていたので、平日と休日の感情の落差はまるでジェットコースター。そしていつからかは会社モードの感情に引っ張られてしまい、気づけばプライベートでもどこか心にブレーキをかけていたように思います。今はずっと自然体でいられているので、笑顔でいる時間が増えたなと自分でも感じます。そして私のこれからについてですが、心も体も十分休まったので、いよいよ好きなことに挑戦しようと動き出しているところです。ただこれしかないと応募した仕事が残念ながら不採用になったりして、仕事をもらえるありがたさを会社を離れた今痛いほど感じています。ということで今は立派な無職ですが、焦らず自分に合った働き方をゆっくり見つけていけたらと思っています。その一方で毎日が自由だからこそ自分を律することの難しさも感じています。油断するとあっという間に一日が過ぎていき、今日は何もできなかったなんてこともあるんですよね。なので平日はシェアオフィスに通い、今も会社員の時と同じ生活リズムでデスクに向かって作業をするようにしています。祖母の介護についても少しだけお話しすると、引き続き今も母がワンオペで祖母の介護を頑張ってくれています。母は介護のために私が仕事を辞めることを望んでおらず、私も私の人生を歩むために退職しましたので、地元には戻らず今の住まいに住み続けることにしました。ただこれからも月に数回は実家に帰り、できる範囲でサポートを続けながら、今後も母の負担が増えすぎないよう状況をきちんと見守っていきたいと思っています。そして母には介護が始まってから自分の人生を優先してほしいとたびたび伝えてはいますが、これからもそういった声かけは続けていきたいと思っています。そしてこの YouTube チャンネルはこれからも思いを込めた投稿を続けていきたいと思いますので、ぜひぜひ楽しみにお待ちいただけたら嬉しいです。辛かった仕事を離れてから自分でも驚くほど心が軽くなって、一日一日ご機嫌に、そして心穏やかに過ごせています。とにかくこれが何よりも嬉しい大きな変化でした。私はこれまで失敗を恐れて自分を押し殺し、堅実な道、そして安全な道ばかりを選んできました。そんな私が今人生初めて思いっきりわがままに行動しています。引かれたレールからえいやと飛び降りて、不安もたくさんありますが、それ以上にワクワク感も感じています。せっかくのキャリアブレイク期間ですから、悔いなく行動してみようと思っています。たとえうまくいかないことがあったとしても、それもまた面白い私の人生です。正解の道なんてどこにもなくて、たくさんのトライアンドエラーをしながら選んだ道を自分なりに正解にしていく、そんな風にこれから人生を歩めていけたらいいなと思っています。
ということで、まだまだどうなるかわからない私の人生ですが、温かく見守っていただけたら嬉しいです。そしてここまで長い話を聞いてくださった方々、本当にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。それでは